友達か帰ってきた私一生懸命やってるから何にもしないで髪型さ。11時だったのさ、行ったらポッと入ってきた時に後継者になりたいって最初から名指しで入ってきたんですよ。分かったっていうので結局その写真のいろいろタギ取りから教えてやるんですよ。締まりもないと折れちゃいますね、先だと。サオのことで研究してる。そうなんですか。はい、お電話変わりました。私、石澤和夫。置いて選びますわ。こうジョイントするように選んでいきます。この部分を測ってこの3本をちょっと交互で選びました。人にも言われてて、仕上がりが綺麗になるために、ここの節揃えっていうのをやるので、節のところを揃えていって、そこに糸を巻いて漆を塗るっていう作業をするときに見栄えが綺麗にいくように、ここの部分をこう合うものを揃えていきます。これぐらいの欲しいですよね、長さ。これぐらいある、これ。
これとできるかな。でもさ、なかったらある程度のところでやらなきゃいけないから、ちょっとこれだけ持っとく。角立てておかないと一見問題ないように見えても中に入ってってくれないの。これを親方からも口酸っぱく言われて。この辺ちょっと変わった形しててね。あんまり映して恥ずかしいようなこととこだけど、ここにいつもね、さっき言ってたちょっと炭入れるところを取ってみますか。見すぎててあんまり絵にならない。ちょっと起きた後にもう一回撮ろう。竿を作るにはもういろんなものが適してて漆は取れるし炭は取れるし竹は取れるしで、赤くなったところでも一回。まだここ風通るからいいけど、うちの作業してるとこなんかはなかなか通らないから。だから今のリハビリの人はやっぱりじとっとはしてるんだよね。ああ、それだったらいいけど、全然だったらつくねって寝てるからさ。これをこうやってちょっと間を抜けて、そのままほら全体に散ってしまうわけよ。だからそれを耐火レンガで閉じで耐火レンガで絞って、そして火力を強くしてそこで火入れするわけ。
だんだん歪みが取れてきてる。竹の中にわずかに残ってる水分がこう出てくるんだよね。で竹によってはシュッっていう音も出しながら、これがいっぱい出てきた。これは安全をやっぱり一番熱いでしょ。浮き遮断して消す。空気遮断して消す。削れるようにするっていうやつなの。こういう道具がよし、ちょっと竹を割っちゃうんで、中からぐーっとこう外に力が出てくるから、それを防ぐためにこの糸でぐるっと巻きます。
か売ってないし、作るって言ったって作れる職人さんがどこにいるのか。中を削っていくとこういう感じで。中がもう全然見えないから、こう手に伝わる感じとか、この抵抗とか音とかいろんなものでこう感じながら探りながら削らなきゃいけないのが難しいですね。糸を外していくと。ありがとうございます。じゃあちょっとテーブル出しますね。いいよいいよ。あ、お茶取ってた。お団子食べてください。いうことのオリジナルの糸巻きの機械です。これが木の糸。動くけどよくできてんだよ、これが案外。こういう風にこれもこうスライドできるようになってて、こうはめるわけだ。でこれをこう調節して、ここに少しバネがあるから、そしてここでこう固定されるわけです。
隠れてしまうところではあるんですけど、それでもこう綺麗に仕上げるように教えられてきたので、手を抜くことなくやります。これが結局その糸巻きして仕上がりになっていくわけですね。これがどんどんこうやって入っていくっていうような竿になっていくんですよ。日本じまいって言われるものになって、川に入っていって山に入っていく時にも歩きやすいようにこうやって持っていけるようになっていくわけです。ちゃんと考えたところまで入るような調整をこの段階でしていきます。入らない状態、これを削りながら調整して入るように仕上げていきます。これが結構時間かかる作業です。簡単には合わない。すごく微妙なところになってきますよね。これもちょっとね、親方の考えた入り方になってくる。よし、OK。じゃあ漆を塗りますね。
よしとは言わないで、っていうくらいなもんでね、後ろでメモ持ってやるだけでいいの。いずれこうポン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 ってこうやってね置いていく。あの竿が欲しくて家探してたらあ、そうなんですか。たまたま。漆をこうやってどん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 乗せていって。こんな感じ。咳するんだからさ。薬効いてるけど。今日で2週間だからなんぼかは収まった。入ってて。特に色の変化がやっぱり大きいかな。そこを取った。息抜きにってこと？今日久しぶりに、友達か？帰ってきた。だから今のとこあんまり使わなくてもいい。音は差し替えられるので大丈夫。そっか。
しばらくだもんね、会ってなかった。こんな暑さだったんですね。もうね、これに水もらっていいですか？そうそうそう、過ぎなくなる。なんだろう、廃業。私もうけ痩せたい私。ここに当てて、こうやって取りに行く。階段の段差を利用するので階段の前まで。こんなもんですね。赤の部分の面積がぼわっと大きかったりとかすると柄としてはこう綺麗じゃないっていうのかな。いや、だいぶ昔だと思うな。20年もっと前かもしれない。30年ぐらい前じゃないかな。あとここがこう糸を結ぶ先の部分ね。じゃあれだな、白い糸でもいいんだよ。あ、それで歩きしてました。うんこの金の糸借りて。私は必要ね。いや、見てもらってる方がいいけど、休んででもいいですよ。でもよかった。歩きでもうん長がにされてぐらい。しんどいですべ。ほじくりながら穴を広げて入りやすくしてんだよね。
ザクッとこう差し込んで、差し込んだ状態だけそれをこう抜けないように補強する必要があって、これも本当に最後の最後艶出しの作業で、もう本当に最終工程で、これがくるみの砕いた化学製品ではやっぱりないから、とっても自然ないい仕上がりの光沢が出てくるのね。終了。